題名にもある通り、結果から簡潔に話すと、私たちの家族の在り方として夫婦別々の道を歩くことにしました。何が起こったか、なぜかっていうところを話すと、まだ自分の中で整理がつかなかったり、一方的だったりすることが、今話してしまうと一方的だったりすることがあると思うので、この話はゆくゆくしていこうとは思うんですけど、今の時点では別々に歩むことになったということだけお話しさせていただきます。ただ夫を嫌いになったわけではないし、恨んでいるわけでもないし、夫婦としては別々の道を歩むことにしたけど、子供たちの親としては一緒に子供たちを育てていきたいと思っているので、近くに住んで、子供たちがパパのところもママのところも自由に行き来できるような環境を作りたいとは思っています。私たちの家族のことを知らない人のために話すと、私は日本人で、夫はアメリカ人で、ハワイで出会ってハワイで結婚したんですけど、今は夫の地元のオクラホマというところに、アメリカ本土のオクラホマというところに引っ越して、子供4人、一番上は夫の前の奥さんとの子供が11歳の男の子が1人と、私と夫の子供が3人、4人の子供で6人家族で暮らしていました。一番下は1歳になったばかりの子がいます。で、この風の時代、さすがだなって思うことが、事件が勃発してからの展開がすごく早くて、もうあれよ彼よという間にこういうふうに別々の道を歩むことになりました。この問題は結婚当初からずっとあったことで、結婚してから7年8年の中でこの問題が原因で別れの危機になったことは今まで何度もあって、その都度ね、一緒にいることを選択してきたんですけど、やっぱりもう今回本当にもう無理だなってこちらも思ったし、無理だなって向こうも思ったし、別々の道を歩む方がお互い幸せになるんじゃないかと思いました。なので夫婦間の中で何か問題があったわけじゃないので、このことが起こったのが1週間前で、その1週間前の2日後に私たちは引っ越す予定で、その広い3エーカーある広い庭でチキンを飼ったりとか、動物を飼ったりとか、犬を飼ったりとか、そこでガーデニングしたりとかっていう話を家族でしていて、あと2日で引っ越すというところだったんですけど、また同じ問題が勃発して、もう引っ越す先には私は行かない方がいいし、夫も、来ない方がいいということで、別々のことで、もう引っ越す先には家族で引っ越さないことを決めて、それから夫はオクラホマが地元なので、夫のお母さんも親戚もいるし、今は夫はお母さんと一緒に私の夫の連れ子の方2人でお母さんのところにステイしているみたいなんですけど、私の方は親戚もいないし、知り合いもほぼいない中で、子供3人、下は1歳の子を連れてどうしようかという感じでした。
お一緒に暮らしていた時は夫がフルタイムで働いて、私は家にいて、家で子供たち4人をホームスクールして育てていて、自分でちょこちょこビジネスはやっていたんですけど、施術だったりとかオンラインで何か教えたりとかそういうことはやっていたんですけど、なぜ赤ちゃんもいるし子供4人ホームスクールしてたら時間的に自分の仕事にコミットするっていうことができなくことをしてなくて、してなくて、ほぼ定期的に入る安定した収入がない状態で別れているので、家もなければお金もほぼない状態で、仕事を見つけるにしてもまず子供たちをどうするっていう感じで、私にはオクラホマに知り合いがいないので、サポート団体、例えばシェルター、ウーマンズシェルターっていうところとか、例えば DV とかあった女性が一時的に避難するようなシェルターがあったりもするんですけど、最初はシェルターに行くことも考えたんですけど、子供たちが安心できる場所、私が安心できる場所、安心して落ち着いて一人で考えれる場所が欲しくて、そうなるとシェルターだとなかなか落ち着かなくて、ちゃんとしたディシジョンができないかなと思って、どうしようかなと考えた時に、サンディエゴの方に子供たちも知っている、以前来たことがあるお友達が住んでいて、そのお友達に電話して、こういう状況になったんだけどちょっと行ってもいいかなって聞いてみたら、来てもいいよって、おいでって言ってくれたので、子供たちもそこだと安心でき、知ってる人のとこなので安心できるし、私も安心して考えれるし、そっちの方が状況的にいいと思って、サンディエゴのお友達の家に来ることにしました。ただオクラホマからサンディエゴまで飛行機を払うお金もないので、ガス代ギリギリ運転してこようと思って、ノンストップで調べてみるとノンストップで20時間ぐらいかかるですね。うちは赤ちゃんもいるし子供たち3人ちっちゃいので、ゆっくりゆっくり行くことにして3日間かけて2泊3日で来ました。キャンプ道具とかも全部積んで、キャンプ道具は積んできたんですけど、結局安全面とか不安定なまま来たので、ホテルに泊まりながら、で初日はオクラホマを出てテキサスを通過してニューメキシコに入って、ニューメキシコの真ん中あたりのホテルに泊まりました。で2日目はアリゾナの方で泊まろうと思ったんですけど、そのサンディエゴのお友達がセドナの方に行ってみたらいいよって言ってくれて、当初はね、もう本当にサンディエゴまで子供たち連れて運転する目的で精一杯いっぱいいっぱいで、自分今の状況をちゃんと整理できないまま、とりあえず友達の家に着こう、とりあえず落ち着きたいっていう感じで、どこか寄り道するっていう考えすらなかったんですけど、セドナって聞いて、セドナはずっと私が行きたかったところだと思ってちょっと調べてみたら、1時間ぐらい寄り道するぐらいで行けることが分かって、その時はその時の日程だとか全くもう考えてなかったんですけど、セドナにちょっと寄ってみようかなと思って、何か導かれてるような感じがして、セドナの方にちょっと寄ってみると、ちょうどライオンズゲートが開いたばかりで、私の誕生日が7月30日の獅子座なので忘れていたんだけど、
何か意味があってこのセドナという土地に来たのかなってすごく感じました。セドナのホテルに泊まって、朝子供たちがまだ寝ている中、早朝瞑想をしていく中で、なんか意味があってこういうことになっているし、私はなんか悲観的とか不安とか、ないことはないけど、全てはうまくいくために起こっていることだと思っているし、 things happen for a reason だし、 go with the flow。 この流れは避けられなかった。この流れのまま来て、将来何も確実なことはないけど、不可実なことへの柔軟性というか、あるべくして起こっていることだなと思っていて、で大きく見ると必要なために起こっていることだと思っているから、全然その悲観的なことではないんだけど、現実問題としてね、仕事をどうする、お金をどうする、家をどうするということがあるので、それはちゃんと考えなきゃいけないことで、いけないことで、とりあえず私が安定するために、何かシングルマザーとしてサポートをしてくれるサポートがないかなと今調べていたり、私としてどうやってインディペンデントして子供たちを育てていこうということを考えたりとかはちょこちょこしている状況です。なのでちょっと今ね、ここに来て1週間経って、1週間経って子供たちを海に連れて行ったりとか、サンディエゴでね、いろいろして落ち着いてきたので、こちらの YouTube チャンネルも今の状況とか心境とか考えてること思ってることをもうちょっと深度高く更新していこうと思うし、今の状況を話すとこんな感じです。では最後まで動画のご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。もし聞きたいこととかもあったらコメント欄にコメントをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。